突然目の前から溶岩が噴出した。間一髪で難を逃れたが、この先へは進めなくなってしまった。火山を歩く中、君は暑い、暑いと呪文のように唱え続けた。喋るだけ体力の無駄とクロエが君を諭す。この冷静さは見習うべきかもなと君は思う。続いてブルーノも、この程度で音を上げてはとマッスルポーズを決めながら君を諭すが、その姿を見て、暑苦しいからやめて、と声を荒らげたのはクロエの方だった。溶岩の波が岩盤を押し流してしまった。尻餅をついたおかげで命拾いできたが、迂回できる道を探さなければ。君が暑さにくじけそうになっていると、冒険者らしき男が声をかけてきた。男は鍛え上げた筋肉に玉のような汗を光らせながら、大丈夫かと君たちを気遣ってくれる。男曰く、この先はもっと過酷な環境になるらしい。寝袋を貸すから休んでいくように勧められたが、全員の体力が全回復した。が、なんだか全身が汗臭くなった気がする。君は男に礼を告げると、その場から立ち去った。火山にずっといると、なんだかこの部屋まで蒸してくる気がしますね。岩盤が陥没し、溶岩が流れ込んできた。危うく落ちそうになった。別の道を探そう。目の前に白ずくめの集団が見える。ようやく君たちは白の教団の一行に追いついたのだ。ドラゴンは俺たちが倒すんだと君が声を張るが、白の教団の一行は気にも留めていない。待てとしつこい君に苛立った白羽が、ドラゴンの捕獲を邪魔しないでと睨み返す。やはり彼らには女王が命じたドラゴンの討伐とは別の目的があるらしい。ドラゴンを捕まえてどうする気とクロエが白羽を問い詰めようとしたその時、マグマから魔物が現れた。まずは目の前の魔物を倒すしかない。その刹那、白くの剣が魔物を切り裂いた。白の教団連中が従うだけあって、白くはかなりの強者らしい。先を急ごう。白くは部下を連れ、火山の先へと消えていった。残された魔物は、仲間を殺された怒りを君たちへと向けている。今度こそ戦うしかない。君たちは何とか魔物を退けたが、白の教団連中に差を広げられてしまった。彼らが先にドラゴンの元へたどり着いたら、これまでの旅が無駄になってしまう。さあ、先を急ごう。君たちが山頂に着くなり、咆哮が響いた。ドラゴンはこの近くにいるに違いない。君たちが火口の中心にたどり着くと、すでにドラゴンと白の教団連中が衝突していた。白の教団は見事な連携攻撃で、ドラゴンを確実に追い詰めている。バルツもドラゴンを守ろうと必死だが、白くたちの攻撃になすすべがない。勝利を確信したのか、白の教団の一行がドラゴンへと歩み寄る。このままではドラゴンが倒されてしまう。戦いの様子を見て君がたじろいでいると、さっさと言ってとクロエにお尻を蹴られてしまった。君はドラゴンの賞金は俺たちのものだと叫ぶ。その言葉を聞いた白磁は、そんな下賤な目的でと嘲笑う。白磁と白羽は君たちを横目にドラゴンの動きを封じる魔法を唱え始めた。次の瞬間、ドラゴンが長い尻尾を地面へ叩きつけた。足場にひびが入り、
白の教団連中のいる足場が崩落し、そのまま下に落ちていった。落ちた程度で彼らが死ぬことはないだろうが、この場所に戻ってくるにも時間がかかるはずだ。ドラゴンは翼を広げ、火口の奥へと飛んでいった。白の教団がいない今しか、君たちがドラゴンを打ち倒せる機会はない。火口付近に座するドラゴンを見据え、もう逃がさないぞと君は叫んだ。ドラゴンが威嚇の方向を上げる。しかし、君も仲間たちもひるむことはない。君の目にはドラゴンを倒し、自らの願望を叶える覚悟が宿っていた。君は剣を抜き、ドラゴンへと切りかかる。君の一戦を黒き竜の守護者が防ぐ。その目には明らかな君たちへの殺意が浮かんでいる。私利私欲のためにドラゴンを狙う君たちをバルツは愚か者だと罵った。ドラゴンを倒さねばならぬ理由があるのだと君も一歩も引かない。もはや衝突する運命は避けられない。君は己のすべてをぶつける覚悟で敵に剣を向けた。君たちの攻撃を受け、バルツの顔は流血で真っ赤に染まっている。クロエはなぜそこまでドラゴンをとバルツに疑問を投げかける。一族を捨てたお前に何がわかる。バルツはクロエの言葉に逆上し罵声を返した。追い詰められたバルツは何か呪文のようなものを唱え始めた。禁呪、ダメ。クロエは思わず叫ぶ。しかし時すでに遅し。バルツがドラゴンをも凌駕するほどの魔力を身にまとった。明らかにそれまでとは違う力を帯びたバルツは再び君の前に立ちはだかる。しかし君もここまで来て引くわけにはいかぬと武器を握り直した。バルツはドラゴンを守るように仁王立ちしている。ドラゴンへの攻撃は届かなさそうだ。勝敗は決した。君はドラゴンを守れず涙するバルツを横目にドラゴンと対峙する。バルツは満身創痍になってもまだドラゴンを守ろうとしている。もうよい。そう発したのはドラゴン自身だった。彼は人が傷つくことを望んでいないと告げる。君は人を傷つけておいて何をと旅の中で聞いた被害の数々を口にする。バルツはそれらが事実と異なると激怒する。ドラゴンはここまで自身を追い詰めた君たちの力量に敬意を表し、世界の真実を語り始めた。この世界に暮らす人々を助けている薬、それにドラゴンが関係しているということらしい。この世界の誰もが湯水のように使っている薬。薬を飲むだけで病や傷を完治させられる。人々はもう薬なしでは生きていけないほど依存しきっている。その薬の原料となるのが竜の涙なのだ。かつて人間に捕まったドラゴンはこの島で日々悪夢のような仕打ちを受けた。ある時は体を幾百もの槍で貫かれ、ある時は体中の鱗を剣で剥ぎ取られた。この島の奥深くで毎日のようにドラゴンの苦痛の叫びがこだましていた。そうしてドラゴンが流した竜の涙を使って人間は薬を量産してきたのだ。君は思い返してみた。旅の中でどれだけの人が薬に頼り薬に救われてきたのかを。それがドラゴンの苦しみの上に生み出されてきたものだったとは。思いもよらぬ真実に君も仲間たちも息を飲んだまま立ちすくんでいる。ドラゴンは人間のために苦痛を受けながら生きることには
もう疲れたという。だから、と言葉を続ける。私を殺してほしい。そう頼むドラゴンの声は、世界に疲れきり、悲哀に満ちていた。ドラゴンを倒せば、旅の目的が達成され、君は望みの賞金を手に入れられる。しかし、新たな薬の供給は止まり、薬に依存した人間社会はいずれ崩壊するかもしれない。